東京にあるカツカレー発祥のお店、銀座スイス。1947年創業、まさに昭和の洋食屋さん。創業した翌年、常連だったプロ野球選手が好物のカツとカレーを両方食べたいと、カレーライスにカツを乗せてくれと頼んできたのが始まりで、定番メニュー、人気となり、全国にそれが拡散されていきました。今回は昭和レシピチャンネル3周年にふさわしいこのカツカレーの再現に挑戦してみたいと思います。撮影をしたいと前日お店に電話で確認を取りましたが、いざ当日行ってみると話が通じていませんでした。本来なら取材は文書で依頼しなければならないそうで、いや、そんな取材なんて大層なことではなく、ただ食べるところを他のお客様に迷惑にならないように撮影したいだけだとお願いしたら大丈夫でした。それどころか3代目店主庄司明美さんがお店とカツカレーの歴史、その作り方の秘伝まで詳しく教えてくださったのです。このカツカレーはまず家庭では絶対真似できない野菜をじっくり2週間かけて煮込むカレーソース。主婦的感覚で言うと、カツとカレーはそれぞれ1食分のおかずになり、一度に両方食べるのはもったいないからまずやらない。特別な時にお店でしか食べられないこのカツカレーを食べに来てもらえばよい。そんな自信があるからでしょう。私のことを信頼してくださり、普通なら絶対に人には教えないような内容までいろいろとお話を伺うことができました。私もそのカレーを食べてみて納得。これは家庭で作るカレーとは違う。インドや東南アジアのカレーとも違う。どこか懐かしい昭和日本の記憶へと脳内シナプスがつながっていく味と香り。しかし贅沢で濃厚。手間と時間をかけて作られたことがわかります。こちらはアサリとベーコンのスープが食前についてきました。はい、それではカツカレーを作っていきたいと思いますけども、まず野菜を煮込んでいきます。これですね、いただいてきましたレトルトの銀座スイスのカレーソース。この裏に材料書いてますね。で、作り方も教わってきましたので、大体本当にできるかどうかわかんないですけど、挑戦してみたいと思います。ではまず野菜を切っていきましょう。これを再現するのは大変なことだと思いました。帰り際、おかみさんがお店のカレーをレトルトにした商品を再現するときに参考にしてくださいとお土産に持たせてくださいました。これはもう絶対に成功させなくてはいけません。これらの野菜の皮を剥きます。はい、人参 OK。生姜の皮も剥きます。本当は2週間野菜を煮込むんですけど、家庭ではそういうわけにいかないので圧力鍋使いますね。ここに乱切りした野菜を入れていきます。
みじん切りにして入れます。こういう感じで残りのこの野菜も全部やっちゃいますね。あれだけあった野菜が玉ねぎ2つ、生姜がこんだけ余りましたけど、鍋がこんないっぱいになっちゃったので、これで煮込み始めます。水も入れないで煮ます。はい、じゃあ火をつけます。少しだけリンゴジュース入れましょうかね。塩をちょっと振りましょう。一つまみぐらい。だいぶ水分出てきましたね。じゃあこれで蓋をします。はい、この上が動き始めてシューシューしてから10分火をつけました。それで火を1回止めます。はい、火を止めます。それを何度か繰り返していきます。それじゃお湯を沸かして、本当はげんこつや鶏ガラを使ってスープストック作るんですけど、豚の頭を解体とした時に残った頭半分、これをげんこつの代わりに茹でてスープストック作りたいと思います。そして鶏ガラの代わりに今日料理をちょうどする手羽先を煮込んで、そのスープを使いたいと思います。まだこうアクを取っていきます。だいぶ出汁が取れてきました。鶏の方はリゾットにするので、もう手羽出しますね。はい、鶏の出汁取れました。スープストック、これもう7回ぐらい繰り返して圧力鍋10分ずつやりました。うわ、すごいですね。見てください、こんな感じ。これをさらに煮込んでいきますので、鶏のスープストック、これぐらいかな。あと2杯ぐらい入れましょう。はい、これでまた圧力かけていきます。いい感じになってきましたね。もう1週間以上煮込んだような雰囲気に、まだ1日しか経ってませんけど。よし、じゃあ豚の方もこれ頭骨出してきます。火を止めて、だいぶ出汁が出ました。これは豚のスープにします。はい、骨から出汁がよく出ました。白いスープ、鍋の3分の2以上入れちゃいけないっていうかね、このぐらいですかね。もう一杯。はい、じゃあこれ蓋をして火をつけます。
はい、それではカツを作っていきます。普通ロース肉を使うと思うんですが、肩ロースがとても美味しいので脂が乗っててですね、これをとんかつにしたいと思います。これをですね、今日は特別3周年記念ということで分厚いとんかつを作りましょう。いつもの倍ぐらい。どうですか、これぐらい分厚いの。ちゃんと火が通るかという。特別サイズ。はい、これはこれで普通のとんかつ作っちゃいます。はい、じゃあ大きいのがちょうど6枚作ります。軽く塩コショウして、分厚いので反対側にも塩振ります。胡椒は揚げる前でもいいんですが、ちょっと軽くしておきましょう。これを低温調理します。ジップロックに入れていきますね。1個ずつ。で、空気を抜いて、閉じます。はい、これで温度を測って、60度を超えてますね。70度になるまでに火を止めましょう。お肉を入れると温度が下がるので、ちょっと高めの温度で入れて火を止めます。蓋をして二重蓋。はい、この方置いときます。じゃあカレーの方も仕上げていきます。2、3日かけて圧力鍋でかなり2週間分ぐらい煮込んだと思います。で、1回冷凍保存してたのを鍋に開けます。まだちょっと凍ってますね。いい感じです。一滴でも逃すともったいない。火をつけて、まずは溶かしますね。この銀座スイスの原材料名見ると乾燥マッシュポテトって書いてますので、これを今日買ってきましたので入れます。どれぐらい入れたらいいのかちょっとわかんないですけど、これですね。缶で適当に入れます。こんなぐらいかな。本当に 10g ぐらい入れましたね。ごまも原材料名に入ってました。でペーストにして入れるといいんでしょうけども、めんどくさいのでごますり器で
な感じでいいでしょう。でこれはさらに煮込んでいきます。はい、こちらはたまたま別の料理で玉ねぎとか炒めた油少し残ってます。これをそのまま使いますね。これにもう少し油を、古い油で結構です、足して弱火でここにカレー粉を入れていきましょう。炒めすぎるとカレー粉の風味が飛んでしまいますので、適度に油で炒めます。私はここにクミンをちょっと足そうかな。カレー粉もバランスよくいろんなの混じってるんですけど、クミンをちょっと足します。じゃあこれをこちらにカレー粉入れていきます。お塩も少し入れます。ここからが調整ですね、味を。お塩まだ全然足んないので、胡椒、パン粉裏ごしってどういう風にするのかよくわからないので、細かくパン粉をミキサーにかけました。これを混ぜてみます。とろみをつけるに最後にパン粉で調整ということでしたね。これ入れてみますね。様子を見ながら入れていきます。
どうでしょう。これでいいでしょう。最後にもう一度味見をして、はい、完成です。火を止めます。それでは2時間半ほど低温調理しました豚肉をカツにしていきたいと思います。小麦粉敷いて、卵、溶いて、油を少し入れます。で、小麦粉も少し入れて、お水もちょっと入れます。はい、もう一回ちょっと塩少し振りますね。よいしょ。はい、小麦粉をまぶします。叩いて、そしてつけて、パン粉にギュッとつけます。分厚いから横もしっかりつけて、油を入れて、火をつけます。はい、それでは揚げていきましょう。はい、大体いいでしょうか。開けます。次揚げていきます。はい、それでは切ってみましょう。はい、中まで火が通ってジューシーです。これをお皿にのっけて、福神漬けとキャベツ、ご飯をのっけます。カレーをここにのっけます。すごいカツカレーが出来上がりました。はい、3周年記念銀座スイスの元祖カツカレーの再現レシピ完成です。さーて、食べてみましょう。カツがどんな感じか。こんな分厚いカツをどうやって食べる？ほら、柔らかい。感動です。カレーも美味しい。最高。今年は日本記念日協会によってカツカレーの日が2月22日
銀座スイス創業日に合わせて定められました。今や世界で人気となったカツカレー、海外ではとんかつよりチキンカツが人気なようです。もちろんビーフカツでもエビフライでも何でも合います。銀座スイスで始まったこのオリジナル料理がさらに注目され見直される年になることでしょう。はい、それでは銀座スイスのレトルトいただいてきました。これを温めてみました。これとうちで作ったものとの味を比べてみたいと思います。まず銀座スイスのカレールーですね。やっぱり2週間かけて作ってるだけあって野菜の形がなくなって溶けてます。味を見てみましょう。ご飯にかけて食べますね。お店で食べたのと同じですね。似てます。で、うちで作ったカレーをかけてみましょう。もうちょっととろっともうちょっとサラサラしててもいいかもしれないですね。食べてます。ここダメよ。もう少し酸味があってもいいのかな。いや、これはこれで美味しいですね。美味しいですけど、どう違うんだろう。分かった。少しソースをこちらに混ぜたら似たような感じになるかもしれないですね。ウスターソースをちょっと後で混ぜてみましょう。混ぜて食べたらどんな感じ。ほとんど近いものが作れたんじゃないでしょうか。美味しい。ごちそうさまでした。素晴らしい銀座スイスのカツカレーのソースです。ありがとうございました。お土産また6月に伺います。いかがでしたか？やはり家庭で作る分、時短で圧力鍋を使いソースを寝かせる時間が短くなりましたが、これはこれでとても美味しく仕上がりました。これまで私が作るビーフカレーやポークカレーとは違い、揚げたてのカツの味を損なわない、カツととても相性の良いカレーソースです。大抵のお店のカレーなら私の作るカレーのが美味しいと自慢げに宣言しますが、銀座スイスのカレーは特別、比類なきカレーと言えるでしょう。またお店に行って勉強したいと思います。皆様も日本、東京へ行かれましたら、ぜひ銀座スイスにお立ち寄り、このカツカレーを食べてみてください。ではまたお会いいたしましょう。Nos vemos. Chao chao.